こんにちは。トルコでプロサッカー選手を目指している高橋彼です。今回の動画ではトルコの生活費や物価について語っていきます。結論から言うと、私のトルコでの生活費は月6万円です。内訳を言うと、光熱費込みで月の家賃の支出が2万6000円、食費が月2万4000円、サッカーに月9000円で、他に交通費とか交際費などで月1000円、こうやって合計生活費月6万円で生活しております。まず家賃から話していきます。家賃は先ほども言ったように光熱費込みで私は2万6000円払っております。私の家はシェアハウスで日本人の方と私の2人で住んでいます。部屋の構成を言うと、ベッドルームが2つ、あとキッチンが1つで、このリビングルームが1つ、あと風呂トイレの部屋での1つですね。こんな感じで、光熱費込みで家賃5万2000円の家に住んでいて、シェアハウスなので家賃を半々で払っていて、私の出費は月2万6000円となっております。次に食費です。先ほども言ったように私は月の食費2万4000円で生活しております。朝と夜は自炊して昼のみ外食していますね。ただ、一般の他の方ならもっと安く食費を済ませられるはずです。私はそのサッカーをしているので、最低限の栄養バランスをこだわった食事していたり、あと身長184センチあって体重80キロなので、そういうのもあってかなり大食いなんですね。スポーツもしているので。なので食欲が普通だったり、栄養バランスそこまで徹底的にこだわらない人だったらもっと安く済ませられるはずです。ちなみに外食しても400円くらい出せば、お肉とか米とかパンとか野菜とかもお腹いっぱい食べられるんで、かなり日本よりも安いです。次に交通費、交際費です。これはだいたい月1000円くらい使ってますね。で、私は全く遊んでないです。遊園地行ったりとか、おしゃれなレストランに行ったりとか、そういうの一切しないし、観光も一切しないですね。サッカーのチームメイトとグラウンドで交流すれば十分だし、そのサッカーの練習後、そのチームメイトと一緒にご飯行ったりとか、あと日本人の友達とビデオ電話したりとか、そういうのしかしないんで、あんまりお金は使ってないですね。で、サッカーの練習行く時も基本徒歩で行くんで、交通費は全然かかんないです。稀に遠いグラウンドに行く時、電車とかバス乗ったりするんですけど、電車バスは60円なんで安いんですよ。初乗り60円で、どこまで行ってもその60円は変わらずっていう感じで、めちゃくちゃ安いです。で、たまにサッカー以外の友達と遊ぶこともあるんですけど、遊ぶって言ってもどっかでチャイ飲んだり、チャイっていうのはトルコのお茶なんですけど、そういうのは1杯40円とか、無料の時もあります。あとは友達の大学行ったり、私は大学通ってないんですけど、ビザ見せれば友達と一緒なら大学入れるんですよ。こんな感じで大学で喋ったりとか、あとビデオ通話したり電話したりって感じで、ほとんど遊びらしい遊びをしてないんで、交通費交際費は月1000円くらいです。次にサッカー代です。サッカー代はグラウンド代などで月9000円ほど使っております。週5回チームの練習があるんで、それに9000円くらいかかってますね。人工芝のグラウンドを使っていて、夜照明とかはあるんで、週5回も練習してるんで、割とお金がかかってきます。で、他も自主練とかはしてるんですけど、グラウンドの端っこを無料で使わせてもらったりとか、あと公園とか家でトレーニングしたりみたいな感じで、他はお金かかってないですね。プロとかセミプロになればサッカー代無料になるし、これ9000円浮くし、しかも給料も少しもらえるんで、早くプロになりたいです。次にその他の出費についてです。で、トルコ語私は勉強してるんですけど、もう独学でやってるんで無料で、特にお金は使っていません。で、他のサブスクリプションっていう月額課金サービスも特に使ってないです。例えば日本だと YouTube プレミアムとか入る方多いと思うんですけど、私はそのプレミアム入ってなくて、トルコで YouTube 見てるとトルコの広告が出てくるんですよ。そういうのもトルコ語の勉強になったり、トルコでどんなサービスが流行ってんのかとか、どんなサービスがあるのかなっていう市場調査にもなりますし、そういうのに逆に役立ってますね。で、床屋とかは2ヶ月に1回くらい行くんですけど、日本だと一番安いので1000円カットじゃないですか。ただトルコだと240円カットがあって、私はそこにいつも行ってます。で、もちろんもっとリッチな床屋さんもありますけど、
私は240円で十分です。で、生活費とか物価はイスタンブールが一番高いんですね。もっと田舎に行けばどんどん安くなっていくんで、もっとトルコ生活に慣れていったらイスタンブール以外の安い地域にも住んでみようと思っています。最後に私の金銭事情についてちょっと語っていこうと思います。私のまずキャリアから話すと、大卒後は公務員を東京で2年間やってました。その後1年間日本でフリーランスをやってました。職種としてはフロントエンドエンジニアだったり、ウェブデザイナーだったり、ウェブライターだったり、ウェブディレクターみたいな仕事をしていました。で、その後、トルコに渡って半年間くらいフリーランス同じ仕事を続けて、今年6月から YouTube に全振りするようになりました。で、公務員時代の貯金はもう使い果たしちゃったんですけど、フリーランスでやってた時の貯金だったり、1年半くらい前からブログを運営してるんで、そのブログの収益とかで生きています。結果今、月の出費6万だとしてもちょっとマイナスになってます。そんな感じで今生きています。メンタリスト DAIGO さんの好きをお金に変える心理学っていう本で印象に残っているフレーズが一つあります。それは、毎月十分なお金が自動であなたの口座に振り込まれても今の仕事を続けますかっていう質問です。例えば人によっては月20万必要な人もいるし、月100万必要な人もいるし、そういうお金が自動で振り込まれても今の仕事を続けますかっていう質問ですね。で、私はこの質問にイエスと即答できる人生でありたいとずっと思っていました。例えば公務員時代とかフリーランス時代はイエスとは言えなくて、ただ今ならイエスと即答できますね。サッカーやって、あとサッカーの勉強して、トルコ語の勉強して、 YouTube 撮って、たまにブログ書いていっていう今の生活が一番最高です。このメンタリスト DAIGO さんの毎月十分なお金が自動で振り込まれても今の仕事を続けるかっていう質問に対してイエスと言える人生にしたくて、生活費の安いトルコに来たんですね。この生活費が安いだけがトルコに来た理由ではないんですけど、この理由については別の動画で解説しております。これは概要欄に貼っておきます。今回はこんな感じで動画を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。